これたっぷり入れます。でこれをもう一気に混ぜ合わせます。いやー、このジェノベーゼのパスタはですね、もう足りないものは何もないです。はい、こんにちは、シェフのホイです。今日は基本のジェノベーゼペーストを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。フレッシュバジル、オリーブオイル、ニンニク、松の実、塩、ペコリーノチーズです。で仕上げの方はパスタ、じゃがいも、インゲン、お刺身用のイカです。はい、それでは今日は基本のイタリア料理シリーズということで、久しぶりにジェノバペーストの基本をやっていきます。でジェノバペーストっていうのは北イタリアのリグリア州といって沿岸の方の州があります。そこの首都のジェノバという町の郷土料理の一つです。で現地ではペストまたはペストアラジェノベーゼと呼ばれています。で今日はですね、基本的なやり方プラスパスタを仕上げていくところまでですね、詳しめにこれから早速やっていきます。はい、まずは今日はちょっと分かりやすくですね、スーパーで買ってきたバジルを今日は仕込みのソースみたいにしていきたいので4パック多めにやるんですけど、半量でも今日は大丈夫です。でそれでは早速バジル掃除していきます。で掃除していく時にジェノバペーストのソース作る時に一番大切になってくるのが、こう確認してもらって、結構大丈夫ですね。中にはこうちょっと黒くなってるものがあるので、これぐらいは大丈夫ですけど、ちょっと黒いなっていうのを入れてしまうともうバジルソースの色鮮やかさが出なくなってしまうので、黒いやつは弾くっていうことを意識して、掃除します。でバジルってこう一房になってるんですけど、これを上からこの茎が入らないように葉だけこうやってボウルに入れていく感じです。で黒いところがあったら弾くっていうやり方でやっていきます。でちょっとこの黒ずんでるやつとかは気持ちこう弾く、こんな感じです。で今4パックで、バジルの合計が 100g だったので、これを茹でていきます。で茹でていく時に一番大切なのはお湯が必ず沸いてるということです。でそしてちょっとこのできればですけど大きい鍋があった方がよくて、バジルが今日 100g なので最低1リットルの水があることが大事で、それ以下になっちゃうとちょっと色が黒ずむ原因になっちゃうので、多めのお湯の中でバジルを茹でるのが、黒ずまない方法の一つです。で必ず沸いている状態でここからバジルが柔らかくなるまで茹でていきます。通常こういう葉物を茹でたりするのってさっと湯がくみたいなイメージがあるとは思うんですけれど、このバジルペーストとかの特徴は結構しっかりグズグズになるまで茹でます。そうじゃないとこの後ですね、色止めで氷水に落としてからソース回していくので、茹でが甘いとですね、かなりこう粗いジェノベーゼソースになっちゃうので、もう触った時にもうすぐ柔らかくなってるっていう状態まで茹でるのがポイントです。あと最初に今日多めのお湯っていう話をしたんですけど、それプラス大事なことがあります。それは絶対に蓋をしないということです。要は蓋をしないと今バジルの香りとかいろんな成分がこう揮発している状態なんですけれど、それを蓋をしてしまうとその成分が内部にこもってしまってどうしてもそれも黒ずむ原因になってしまうので、バジルを茹でるときは蓋は絶対しちゃダメです。はい、それで今6分ぐらい茹でていきました。そうしたらもう完全にちょっとよく茹でたほうれん草みたいなこう持って、一番食べてみるのがいいです。もう完全に柔らかくなっている状態、そこまでいったらこのほうれん草のごめんなさい、ほうれん草に見えてましたね。でこのバジルを水を捨てて、で次に必要になってくるのが氷水です。でこの氷水にあげてバジルを冷やして色止めしていきます。ざるで水を切った熱々のバジルをこの中に入れます。でここでバジルをよく冷やして、でバジルがよく冷えたらこれをまたざるで水分を切っておきます。はい、それではこれ水分を絞ったバジルのこれペーストです。これを容器に入れて、であとはもう材料を入れていくだけなんですけれど、でオリーブオイルがだいたいこのバジルが今茹でて絞った状態で60ぐらいあったので、その倍量のオリーブオイルと、
でイタリアのペスタラジェノベーゼは松の実入ります。松の実はこれはローストしてあるんですけれど、ちょっといって香りを出したものです。そしてちょっとしたパンチが欲しいのでニンニクのすりおろし少し、あと使っていくチーズはペコリーノロマーノチーズっていう塩気の効いたチーズを入れます。これなかったら粉チーズでも大丈夫です。そしてオリーブオイルがベースなので、ちょっとこの一つまみ塩これ入れるのポイントです。で今全部材料が入ったので、あとはブレンダーで回していきます。だとこの出来上がったペーストをこの容器に入れたんですけど、保存する場合はですね、基本的に茹でて作ってるのでもう変色もしづらい、保存も効くようなソースなんですけれど、さらに保存性を高めるためにちょっと上からこのオリーブオイルをこう垂らすと、ここに油膜ができるのでよりこう黒ずまないようになるので、保存する場合はこうやって、でこの上にさらにラップをちょっと落としラップで、この状態で使用するのがベストな方法です。はい、それではパスタの方をやっていきたいと思います。で伝統的なジェノベーゼは必ずこのじゃがいもとインゲンを使うのがイタリアのリギュリアの作り方です。でこれはですね、ジェノベーゼソース、インゲンとかグリーン系のものととても相性がいいので、今の時期だったらこれズッキーニに変えても美味しいですし、結構青みのある野菜だったらジェノベーゼどれでも相性がいいです。でこのじゃがいもは、全部は使わないですけど、ちょっとスライスにカットしてで棒状にカットします。でこんな感じです。あとインゲンは、筋が分厚くないのはもうこのままこんな感じでカットして、でこの後パスタを茹でた時に、時間差で入れて茹でて仕上げていくやり方にしていきます。でそれプラス今日はジェノベーゼと、とっても相性がいい魚介、スーパーで買ってきたお刺身用のイカ使っていきます。でイカは今日ソデイカっていうイカなんですけど、これをスライスにしてジェノベーゼに入れていきます。でイカはちょっと切れ込みを入れて、で食べやすい大きさにで軽く塩をしておきます。でこれは今日イカにしましたけど、本当に魚介何でも相性がいいので、タコでもいいですしホタテでもいいですし白身魚でもいいですし、あとウニとか、本当にジェノベーゼはですね魚介相性がいいので、ちょっと食感のあるものでやってみてください。はい、それではパスタ茹でていくんですけど、現地の、ジェノバではショートパスタのこのトロフィエというパスタか、あとは今日茹でていくこのリングイネか、あとはトレネッテっていうロングパスタを使うのが一般的で、今日はこのリングイネを茹でてやっていきます。それではリングイネを茹でていきます。でお湯の中には2リッターに対して 1.5% の塩が入ってるんですけど、今日は12分茹でのリングイネです。でこの後時間差で7分前になってきたらじゃがいも、3分前になってきたらインゲン、あとは15秒前になってきたらイカを茹でるっていう時間差で茹でていくスタイルでやっていきます。はい、それでは7分前になったのでじゃがいも入れます。で3分前になったのでインゲンで、10秒前になったのでイカ。はい、それでは麺が茹がったので合わせていくんですが、今日のポイントはここで仕上げていくやり方にするので、もうざるで切るというか湯切りしないパスタをこのまま入れていきます。今日は先ほど作ったこの結構硬いペーストが入るから湯切りをしないでやることによって、これたっぷり入れます。でそうすると滑りがいいソースになるので、これをもう一気に混ぜ合わせます。で今日僕はいつも通り分かりやすくこのアルミフライパンでやってるんですけれど、全然ボウルで和えていただいても大丈夫です。でペースト和えていくとですね、ちょっとこのボテッとした状態、これはこれで美味しいです。でも最後まで食べるってなるとちょっとだけ重さが出てくるので、なので湯切りをしない状態プラス、ちょっと足んなかったらボテッとしたパスタだなと思ったらそこで茹で汁を足して混ぜ合わせる。で滑りのいいパスタになったので、これで盛り付けしていきます。
はい、これで基本のバジルパスタの完成です。はい、それではいただきます。いやー、このジェノベーゼのパスタはですね、もう足りないものは何もないです。でやっぱりこのじゃがいもとインゲンが入ってるっていうのが本当に意味があって、これが入ってるだけでじゃがいもの甘みが加わってインゲンの香りが加わって、それとジェノバソース、このバジルのソースが相まって美味しくなるっていうパスタなので、そこに今日はイカの食感とうまみが入ったので、もう間違いなく美味しいパスタ料理になってます。で今日のこのペストはちょっと多めに仕込んだので、もう一発分ぐらい料理作れると思うんですけど、現地では焼いた魚料理に合わせたりとか、あとは魚介ととにかく相性がいいのでカルパッチョとか、海の幸のサラダでこうジェノバソースあえたりとか、あとは現地だとミネストローネとかもあるので、ジェノバ風のミネストローネって言ってこのペーストを入れるようなスープもあったりします。はい、ごちそうさまです。今日のこのパスタなんですけど、イタリア料理の神髄的な料理になっているので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。